今回も、イタリアを縦断する、長距離寝台列車特集。南部のシチリア島から北部のミラノまで、20時間もかけて走破する旅の2回目です。この動画では、これからシチリアを走る、新型車両を中心にご紹介します。どうも、極めて普通の英国紳士、そしてイギリスが生み出した最先端技術の結晶。クラス 43、HST-O23 です。ちゃんお前、大して先進的な技術なんて使ってねえだろうが。だから長生きしたんですよ。うちの国は、斬新な発想を形にすると、大体盛大にずっこけるからな。英国面は、アイデアはいいんだけど、技術が追いついてないんだよね。まあそれは、後々20時間ぐらい語っていくとして。皆様こんばんは。日本では寝台列車にただ乗りをしたことがある、ゆっくりさんでございます。私たちは、シチリア島南部の町、シラクサから、イタリア北部の都市、ミラノへ走る、長距離寝台列車に乗っている。本来予約していたのは、イタリア国鉄、トレニタリアご自慢の、一等個室寝台だった。だが、始発駅に現れた列車には、予約した車両そのものが連結されていないという、前代未聞のハプニングが発生。代わりに、簡易寝台、クシェットに案内される珍事が起きていた。日本の寝台列車で例えると、トワイライトエクスプレスの A 寝台個室、ロイヤルを予約していたのに、車両が繋がれてなかったので、急遽 B コンパートメントに移されたようなもの。なんだか自分で説明してて、あまりの格下げに腹が立ってきた。まあ思いがけず、リーズナブルな簡易寝台、クシェットに乗ることになった私たち。室内は、ベッド兼座席が置かれているだけの、非常にシンプルな作りです。ですが、最大6人が、向かい合って座れる構造ですので、部屋は広々としています。始発の白草からしばらく揺られているうちに、居心地は意外と悪くないかも、と、次第に思えてきました。住めば都、私の好きな言葉です。こんばんは。このお部屋が貸し切りです。大きな窓から、夕暮れのエトナ山、そして地中海を見ながら、寝台列車は北東の港、メッシーナに向けて進んでいきます。ところで、今回の旅で予約していた、豪華な一等個室、エクセルシオール。実はこの客室は、地味に不便な点がありました。それは、荷物置き場の少なさです。なぜかというと、エクセルシオール客室は、夜用のベッドと、昼用の座席が、完全に別の部品で構成されていました。贅沢な作りですが、ベッドを展開すると、座席全体が、その下に丸ごと収納されてしまいます。これでは大きな手荷物を、ベッドの下に入れるスペースが全くありません。その対策として、クローゼットがありましたが、スーツケースは到底入らないサイズでした。その点、簡易寝台のクシェットは、座席をそのままベッドとして使うため、座席下に余裕があります。おかげでキャリーケースをすっぽり入れる空間があり、とても便利でした。ここは床も広いから、大きな荷物を難なく広げられるのも利点だよな。それに、窓側の壁には、電源コンセントと USB が2つずつある。そのため、スマートフォンから撮影機器まで、充電に困ることはなかった。このように、クシェット車両は、室内が綺麗に改装され、快適な空間だが、いくつか欠点もある。それは、元の車両が古いので、基本の構造も古いままなのだ。最大の欠点は、やはり、お手洗いでしょうか。ここはなんと、駅に停車中は、使用できないタイプなのです。どういうことかと言いますと、洗面台などの排水は、線路に直接流す仕組みなんですよ。昔の俺もそうだったなぁ。多分、前回利用した、エクセルシオール客室も、シャワーの水は、イタリアの大地に流していたものと思われます。つまり、俺の汗と涙が、今もイタリアの線路の砂利に染み込んでいるのです。しかしこれ、どう考えても清潔ではありませんよね。他にもこの車両は、出入り口や通路が狭く、段差があるという、構造的な古さも抱えています。最近イタリアの鉄道でも、バリアフリーの規制が広まっていますが、車両自体が古すぎて、どうしても対応できない部分なのです。これが、イタリアをはじめ、各国の寝台列車が抱える大きな問題です。客車のほとんどが古く、時代の流れに合わなくなってきているんですよ。また、
最も新しい客車でさえ、1990年代初頭に作られたもので、中には1970年代の車両が、平気で現役で走っているのが現状です。なぜこんなことになったのかというと、その裏には、高速鉄道の発展があります。1990年代半ばから2020年代にかけて、各国は高速鉄道に莫大な投資を行い、目覚ましい発展を遂げました。しかしその一方で、寝台列車は現状維持がやっとの状態。年を追うごとに路線が減らされ、新しい車両の導入なんて、夢のまた夢でした。その結果、客室だけ、なんとか新しくした、老朽化した客車だらけの列車で、運転が継続されていたのです。けれども近年は、寝台列車の価値が見直され、夜行列車の利用者が増えつつあります。でも、せっかく追い風が吹いているのに、時代にそぐわない古い車両ばかりでは、このブームも消えてしまいかねません。そんな中、2023年に、待望の新型寝台車両が登場しました。イタリアのお隣、オーストリアの寝台列車、ナイトジェットに、完全新規の車両が導入されたのです。新型ナイトジェットは、今までの列車と同様、客車構造ながら、7両1編成のユニット構造になっています。オーストリアを走る特急、レールジェットと共通の洗練されたデザインの車体。それに加え、最後尾の7号車には、運転台が設置されていて、まるで電車のような外観です。こうすることで、機関車を付け替えず、そのまま折り返し運転ができ、連結作用の省力化につなげています。制御客車付きの寝台列車は、あまり聞かないよね。もしかして、世界で初めて？そうかもね。車内設備は、現代の旅のニーズに対応しています。リーズナブルな座席から、豪華なシャワー付き個室、はたまた、カプセルホテルのような、一人用簡易寝台まで、バリエーションが様々。旅のスタイルや予算に合わせて最適なサービスを選べるよう、バリエーションが非常に豊富です。そしてもちろん、古い車両では難しかった、バリアフリーにも完全対応。スイスやオーストリアなど、ホームの低い国でも、段差なく乗り降りできる構造で、車椅子対応の個室も用意されました。この新型ナイトジェットが登場したのと同じ年、イタリアでも、新たな寝台客車の導入が計画された。現在すでに、70両が発注されていて、2026年には、最初の車両が運転を開始する予定だ。イタリアの新型寝台客車は、豪華な個室寝台、リーズナブルな簡易寝台ことクシェット、そして座席車両の3種類で構成される。こちらも様々な部分が、現代の旅行スタイルに合うようにアップデートされている。例えば、座席車両。今まで、寝台列車に繋がれていた座席車は、4から6人が向かい合わせで座る、個室だった。これが新型車では、大部屋スタイル、いわゆる、オープン客室に変更された。座席は、昼間の特急列車で言えば、一等席に相当する豪華さだ。配置は横3列で、2列席は、大型パーティションで仕切られ、各席のプライバシーが保たれる構造になる。長時間座っていても、疲れが出にくそうですね。反対に、最も豪華な車両が、個室寝台です。これは、前回ご紹介した悲劇の豪華寝台客車、エクセルシオールが、現代の技術で蘇ったかのような車両になります。室内には、スーツケースを収納できるラックやコート掛け、窓の方向を向く、大型ソファーを装備。1両2個室を、わずか8部屋しか配置せず、各個室には、シャワーとトイレが設置されます。さらに、業務用スペースには電子レンジを備えたミニキッチンが装備され、温かい食事の提供も可能になるそうです。そして、リーズナブルな料金が魅力の、簡易寝台、クシェットにも、進化が見られる。現行車両では、4人用の部屋が、9室配置されているが、新型車では7部屋に減少する。これは、バリアフリーを考慮した、大きな部屋が設けられたことと、車椅子対応のトイレが設置されるためだ。室内は、洗面台が追加され、各ベッドに、USB 電源や情報パネルを装備。さらに、部屋ごとに、個別に調整できる空調を設けるなど、快適性が大幅に向上する。ただし、新型ナイトジェットにあるような、一人用簡易寝台、ミニキャビンは、残念ながら存在しない。レイアウトは、現行の4人部屋を踏襲するようだ。ここで面白いのが、
オーストリアの新型ナイトジェットが、切り離しできないユニット構造で作られたのに対し、イタリアの新しい寝台客車は、昔ながらの構造を採用した点です。連結面も、今までの客車と同じく、干渉機と、原始的な構造のネジ式連結機を装備します。そのおかげで各車両は、1両単位で切り離しができ、機関車とも互換性があって、連結相手を選びません。これは、路線の需要に応じて、細かく車両数を変えられること。そして、一番大きな理由が、イタリア本土とシチリア島の間にある、メッシーナ海峡の往来を考慮したためです。あの区間は、車両を鉄道連絡フェリーに乗せて、海を渡りますよね。ですから、フェリーの長さに合わせて、柔軟に車両を分割できるよう、あえてオーソドックスな客車構造になったのです。ということはもちろん、新しいイタリアの寝台客車も、私たちが旅したシチリア島の路線、ミラノとローマから、シチリア島へのルートに投入される予定です。新しい車両が、古い客車の抱えていた問題を一気に解消し、シチリアへの旅をどのように変えてくれるのか、今から楽しみですね。別に、シチリア島なんて、好きじゃないんですけどね。ただその反面、少しだけ心配なこともあります。言うまでもなく新しい寝台客車は、巨額の投資をして作られています。その上新型車は、1両あたりの定員が、大幅に少なくなっているんです。例えば、現行の個室車両は、最大34人が乗れる構造なのに、新型車はゆったりレイアウトにした分、たったの16人。車内にバリアフリー設備を用意しなければいけないため、客車1両の部屋の数も減少しています。さらにヨーロッパは今、記録的な物価高に見舞われています。ということは、新型車で運転する、インターシティ乗っては、新型ナイトジェットと同じく、運賃の大幅な値上げが予想できてしまいます。切符もなかなか取れなくなりそうだよね。さらに、車両自体にも懸念があります。完成した車両たちは、試運転を済ませたら、すぐにお客さんを乗せて走れるわけではありません。国や鉄道会社が設けた、各種の安全認証や試験にパスする必要があります。最近はこの認可の取得に、時間がかかることが多く、スケジュールが遅れる可能性がゼロではないんです。あと、俺が不安に感じてるのが、個室寝台客車が、あの悲劇の豪華寝台車両、エクセルシオールと似ている点です。そういえば、今度の寝台客車のメーカーは、どこになるんだ？新型寝台客車の製造は、チェコの車両メーカー、シュコダ社が担当する。この会社は、チェコを代表する機械メーカーで、地元チェコをはじめとする、様々な国や地域で車両が活躍している。最近は、地元チェコ鉄道をブチ切れさせ、2025年中に早期退役が予定されている名機関車を製造したり、時速200キロ対応の高速2階建て客車をドイツ鉄道に納入している。ドイツに納品した高速客車も問題が多く、私たちの動画シリーズのお約束、追い出したはずの古い客車を土下座して呼び戻さなければならなくなった事態に発展した。初回から続く伝統芸ね。それって、大丈夫なのか？大丈夫じゃない。大問題だ。これは私も心配してるんだよな。今回の車両を製造するメーカー、シュコダ社製の車両は、カゴロ、電気系統を中心にトラブルが多いのである。運転開始までに色々な懸念もありますが、私たちも新型車両はとても楽しみです。新しいインターシティ乗ってがデビューしたら、ぜひ乗車して、詳細をお伝えしようと思っています。そしたら今度こそ、パレルモに行きましょうね。夕暮れの海を右手に見ながら、夜行列車に揺られること3時間。間もなく、私たちの乗った寝台列車は、港の駅、メッシーナに到着します。ここでいよいよ、シチリア島ともお別れです。メッシーナ中央駅に到着すると、列車の先頭と最後尾についていた、電気機関車が切り離され、客車だけが船に積み込まれて海を渡っていきます。なんだか、あっという間だったな。今回は寝台列車に乗るのが目的だったとはいえ、もうすぐシチリアともお別れなのか。でもこれだけで、シチリア編が終わったらつまらないですよね。ということでこの動画では、シチリア島で見た、ちょっと変わった車両をご紹介しましょう。まずは、前の夜に、白草駅で見た、バッテリー搭載機関車。
その正体は、私たちが乗っている寝台列車も牽引する、E464 型電気機関車です。この機関車に、シチリア島路線に特化した、回収型が登場していました。現在の E464 型は、シチリア島とローマを結ぶ長距離特急、インターシティに使われる車両があります。この特急列車は、5両機とセットの固定編成。シチリア島と、イタリア本土の間にある海峡も、列車を分割せずに、そのままフェリーに乗せられて海を渡ります。しかし、問題もあります。港の駅から、岸壁のフェリーまでの線路には、電気を送る架線がないため、電気機関車は自力で動くことができません。そのためこれまでは、専用のディーゼル機関車によって、フェリーへの積み込みが行われてきました。ですがこの作業には、長い時間がかかってしまいます。もし、カーフェリーに積まれる自動車のように、列車が自走して船を乗り降りできれば、もっと作業が簡単になりますよね。ということで考え出されたのが、電気機関車に自走用のバッテリーを搭載するというアイデアでした。E464 型は、前後非対称の車体をしており、車体後部に自転車などを搭載できる大型手荷物スペースが設けられています。この部分に、自走用バッテリーを搭載したのです。回収された機関車を見ると、車体後部の側面に、空気を取り込むための、ルーバーが追加されていて、内部には、物々しい配線や機械が見えています。これによって、短時間ではありますが、架線がなくても電気機関車は自走できるようになり、入れ替え用のディーゼル機関車の助けなしに、自力でフェリーに乗り込むことができるようになりました。それで、バッテリー駆動になったら、何分ぐらい所要時間が短くなるんだ？だいたい、10分の短縮になるそうです。たったの10分。って思うのも無理はないよね。これは、駅から船までの距離があまりなく、速度も出さないから、連結が省略された分しか短縮できないんです。それから、機関車に搭載したバッテリーの受け持ちは、あくまで自走の動力と、ブレーキエネルギーの供給だけ。エアコンなど、電力を多く消費する設備は動かせないようです。バッテリーの話題が出たところで、もう一つ車両をご紹介しよう。こちらは、私がシチリア島で、ぜひ見たかった列車だ。それが、日立製の新型ローカルで、電車？いや、電車のような、電車じゃないような、はっきりしなよ。じゃあこう言いましょう。日立が製造した、環境配慮型地方用列車。愛称は、ブルースという。メーカーの日立では、マサッチオという製品名で呼ばれます。マサッチオというのは、ルネサンス初期に活躍した、イタリアの有名な画家の名前ですね。この車両は、イタリアの日立製作所が生み出した、地域用新型列車の第2弾にあたる。大量輸送を念頭に置いた2階建て電車、カラバッチョとは対象に、マサッチオはコンパクトな編成が特徴だ。車体は1階建てで、3両、もしくは4両編成。各車両の間に台車を配置する、連接構造を採用している。車内には、Wi-Fi やコンセント、多目的情報モニターなどが装備され、バリアフリーと環境負荷の少なさを兼ね備えた、次世代のローカル列車として開発された。シチリア島をはじめとした、イタリアのローカル線には、1970年代に設計された、古い車両が多く走っています。愛嬌のあるデザインと、少しくたびれた車体は、いかにも地方のローカル線といった風情がありますが、日常で利用する人にとっては不便な点ばかりです。出入り口は狭くて段差があり、車内の騒音が大きく、乗り心地は悪く、エアコンすらないのです。こうした古い車両を置き換えるため、ブルースは導入されました。この車両は、HTR312、もしくは、HTR412 という形式が与えられています。アルファベットの HTR とは、ハイブリッド、高速列車の頭文字を取ったもの。ハイブリッドの名が付く通り、パンタグラフとディーゼル発電機を搭載していて、電殻管、非電殻管の両方に対応する、最新の列車です。アルファベットに続く、数字の312、412の違いは、車両の数、短い3両編成なのか、4両編成なのかを区別しています。この列車たちは、2022年12月から、シチリア島など、離島や地方のローカル線区を中心に投入されました。日立のブルースは、4つのモードで走行が可能です。1つはもちろん、電力。パンタグラフを上げ、
架線からの電気で走行します。通勤電車のカラバッチョと同じ、高い加速力と高速性能を持ち、混雑する都市近郊で、効率的な輸送力を発揮します。最高速度は時速160キロです。そして2つ目は、ディーゼルモード。非電化区間でディーゼル発電機を作動させ、台車の電動モーターを動かします。ディーゼル発電機は、架線より供給できる電力が少ない関係で、加速性能こそ少し制限がかかりますが、ディーゼルモードも電気モードと同じく、最高時速160キロで走行可能です。ここまでは、イギリスの特急列車、クラス800、8ちゃんと同じですね。ですがブルースがすごいのはここから。3つ目の走行モードとして、バッテリーモードが用意されているんです。ディーゼル発電機を動かさず、車体に搭載した大容量バッテリーの電力だけで走ることができるんですよ。これは以前、私たちが秋田県で見た、バッテリー電車と同じですな。バッテリーだけで走行する場合、最高速度は時速100キロまでと、大きく制限される。だが、バッテリーモードを使う場所は、許容速度が低いローカル線なので、大きな問題にならないようだ。このように、列車を動かす直接の動力は電気だが、3種類のエネルギー源で走れるため、メーカーでは、ハイブリッド車両と呼ばず、トライブリッド車両と呼んでいる。あれ？電力を供給するのは、架線とディーゼル発電機と、バッテリーの3つなんだよな。じゃあ、4つ目の走行モードってのは？いいところに気づきましたね。最後の走行モードは、ディーゼル、バッテリーの複合モードです。これは何かというと、自動車のハイブリッドカーや、私たちが日本で乗った、ハイブリッド観光列車みたいな走行モードですね。バッテリーに電気が十分あるときは、エンジンを止めて、蓄電池のエネルギーで走行。残量が少なくなったらエンジンを始動することで、非電化区間の航続距離を伸ばすことができます。これによって、燃料消費や CO2 の排出を抑えつつ、長い非電化区間を走れるんです。また、停車駅付近ではエンジンを止め、バッテリーだけで走行。停車中も、必要な電力は蓄電池から供給することで、駅周辺の騒音を減らすこともできます。通常は、電化区間が電気モード、非電化区間を、ディーゼル、バッテリーの複合モードで走行しているようです。電化区間から非電化区間へ直通する場合、電化区間を走行中に、バッテリーに電気を貯めることもできますので、非常に効率的な運転になっているんです。この新型列車は、イタリア国鉄ことトレニタリアから、最大135編成もの発注を受けています。現在も生産が続けられていて、今後、古いローカル線の風景が、この新型列車によって、一気に変わっていくことでしょう。と、ここまで、トライブリッド列車、ブルースについてお話ししてきましたが、列車の顔をお見せしてないのが、皆様気になっていることと思います。まああれだ。顔なんて、2階建て電車、カラバッチョと同じだよ。そうそうそう。あれと同じで、全然サプライズもなかったよね。それでも、どうしても見たいですか？では、これからお見せしますが、ショックを受けないでくださいね。実はどの編成も、あまり状態が良くなく、わざと見せないようにしていたんです。というのも、ご覧の通り、こういう状態だったんですよ。イタリアをはじめ、ヨーロッパの鉄道車両は、落書きの被害を受けやすいんです。それは、新鋭の新型車だろうが、歴史的に貴重な保存車両だろうがお構いなし。というか多分、やからにとっては区別がついてないんだろうな。当然ながら、落書きを落とす作業には、時間と労力、そしてコストがかかります。なので、フラッグシップの特急列車や高速鉄道、また保存車両は、すぐに消されるのですけれど、快速列車以下は、こうした痛々しい姿のまま、走らされていることがよくあります。最近は、開発段階から、運用中の破壊行為を考慮して、設計されている車両があるほどです。また、窓ガラスやライト類など、スプレーがかかると安全上困る部分には、あらかじめ保護フィルムを貼っておき、何かあったらフィルムだけを剥がして、運用復帰させるという対策も取られています。では気を取り直して、車内の構造を見てみましょう。車内は1階建てで、座席はすべて普通席。基本的なデザイン、モニターの表示は、姉妹車、カラバッチョと同じです。
走行に必要な機器類は、ほとんど屋根の上に搭載し、床を下げた、低床構造なのも特徴ですね。それとともに、ホームとの隙間を埋める、格納式ステップを装備。車椅子やベビーカー、また、足が不自由な人でも、乗り込みやすくしています。とはいうものの、それでも駅によっては、大きな段差がある場所があります。白草駅の、1番線ホームなんかがそうでしたね。古いイタリアの駅は、ホームが地面とほぼ同じ高さのところがあるんですよ。こうした駅では順次、かさ上げ工事を実施していますが、完了まで、どうしても時間がかかります。それに、改修に着手するのは、大きな駅から順番になりますし、白草駅のように、構造上、かさ上げ工事が難しいホームもあります。さらに、大部分が低床になっている車内にも、例外の場所があります。それは、先頭車両の、ドアより前の運転席側半分。この車両は、先頭車両の前側台車に、モーターを組み込んでいるため、付近の床下にも、機械類が搭載されています。そのためどうしても、床に段差ができているのです。この部分は、天井の高さが中間部分と同じ。つまり、床が高くなった分、相対的に室内が低くなっています。なので一般的には、あまりおすすめできない場所です。ゆっくりさんは、モーターの音が聞きたいから、ここにばっかり乗ってましたけどね。HTR312、412型については、後日改めてご紹介する予定です。全宇宙の良い子のみんなは、楽しみにしていてね。ということで今回は、これからシチリア島の鉄道の顔になる、最新鋭の新型車両について詳しくお話ししました。古い車両が抱えていた様々な問題を、新しい技術がきっと解決してくれるはずです。はずでした、にならないようにしましょうね。さて、私たちの乗った寝台列車は、E464 型機関車と切り離されました。もうすぐ客車は、鉄道連絡フェリーに積み込まれて、いよいよイタリア半島へ渡っていきます。周囲はちょうど夕暮れ時。メッシーナの駅や街、そして島内を走る列車には、明かりが灯り始めました。これからロマンチックな、夜の旅が始まろうとしていますね。この先、夜のイタリア縦断、そして、まだまだ長いミラノまでの旅には、一体どんなドラマが待っているのでしょうか。私たちの、シチリア初寝台列車の旅は、次回に続きます。それでは次は、戦場でお会いいたしましょう。お楽しみに。